ねえ、私これからあなたのことをお姉さんって呼ばなきゃいけないの？婚約者の実家に結婚の挨拶に行ったとき、彼の妹が私に向かって言ってきた。彼とご両親は止めたものの、妹は止まらない。お兄ちゃんが勝手に結婚するだけなのに、どうして私まで巻き込まれないといけないのよ。失礼にも程がある。この後、彼女はお父さんに家から追い出されて、彼からもご両親からも謝られたけど、義妹の第一印象は最悪だった。私の名前はみちる。結婚して3年目の32歳だ。夫のケントは同い年で、5つ年下のルリがいる。ケントから話を聞いていたけど、ルリはいわゆるトラブルメーカーだ。中学や高校で髪を染めたりネイルをしたり、校則違反で何度呼び出されたかわからないという。なんとか高校は卒業したものの、それ以来定職にもつかずにブラブラと遊び歩いているらしい。ただ夜に家にいないこと、金回りがいいことを考えると、どうやらキャバクラか何かで働いているのだろうと、ケントは言う。でも、家にはほとんど帰ってこないし、あまり気にしないでと言われて、結婚の挨拶以降はほとんど会っていない。しかし、先日、ケントと義実家に遊びに行った時のこと、義両親と食事をしていると、いきなり玄関が開いて、ずかずかと入ってくる足音が聞こえた。あれ？お兄ちゃん来てたの？久しぶりに見たルリは前よりもけばくなっていて、隣には見たことない男性が立っている。私たちは食事の手が止まり、静まり返った。誰もがそう思ったとき、ルリは軽い口調で、私たち結婚するね、と言った。理解ができずにポカンとしていると、ポケットに手を入れたままの茶髪の男性は軽く頭を下げた。そういうことなんで、よろしくっす。とても結婚の挨拶に来たとは思えない。ねえ、私たちにもご飯出してよ。お腹すいた。ルリは子供のように言うが、その言葉でお父さんがようやく我に返ったようだ。結婚？今日は結婚の挨拶に来たのか？そうだけど。今のが結婚の挨拶なの？ない、絶対にない。どっちの態度もありえないってば。案の定、お父さんは激怒。ルリ、お前はもっと常識を持ちなさい。君も何なんだ。名前すら言わずに、そんな態度で結婚の挨拶なんて冗談じゃない。そうだ、非常識だ。私もケントもお母さんも心の中でお父さんを応援していたけど、二人はこちらを馬鹿にしたように見下して笑った。はあ？常識って何？そんなんなくても生きていけるし、それに結婚を許してもらおうとしたわけじゃないから、結婚するよって報告。ただそれだけ。なんかムカつくから、ご飯食べに行ってくるね。ルリと彼氏は嵐のように去っていった。残された私たちは困惑する。ただこの感情を表現する言葉が見つからない。義両親は情けないとつぶやくだけだった。それから3ヶ月後、ルリから突然連絡が来た。お姉さん、お願いがあるの。その言葉に嫌な予感しかない。適当に相槌を打つと、ルリはペラペラと話し出す。結婚式、お兄ちゃんと一緒に来てくれない？本当に結婚する気だったんだ。お父さんとお母さんはまだちゃんと挨拶されてないから結婚式には出ないって言うの。でも私の方だけ誰も来ないなんておかしいでしょ？義両親の気持ちはとてもよくわかる。お兄ちゃんはなかなか電話出てくれないから話できないしさ、お姉さんしかいないのよ。確かにケントは今仕事が忙しいから電話を取るタイミングもないのだろう。行きたくないけど、
女として結婚式への憧れもわかるし、そこに親族が誰もいないというのもさすがにかわいそうだ。私はしぶしぶ返事をした。ケントが行くって言ったらね。そう言って電話を切る。ケントが帰ってきてそのことを話すと、着信があったのは気づいていたけど、忙しくてそれどころじゃなかったというので、要件を伝えた。あいつ、本当に結婚する気だったの？私と同じ感想を言っている。その後、ケントがお父さんと連絡を取ってみたところ、お父さんは二人の態度に怒っていて、結婚は勝手にして構わないが、式には出ないの一点張り。瑠璃はすでに実家から出て同棲しているという。私とケントは相談した結果、瑠璃が実家から出て行っているなら、結婚式さえ無事に終われば、しばらく会うこともないだろうし、面倒事は起きないだろう。それなら最後だと思って結婚式くらい出席しようとなった。義両親は来ないし、当然結婚式の費用も義両親が援助することはない。ケントと相談して代わりに私たちはご祝儀を多めに包んであげようと決めた。せめてもの情けだ。しかし、いくら待っても結婚式の正式な招待状は来ずに、結局日時と場所を瑠璃から電話で聞いただけだった。1ヶ月後、ケントと式場に到着すると、なぜか普段着姿の瑠璃がいる。おめでとう。今日くらい日頃の感情は抑えてお祝いしよう。そう決めていたから笑顔でその言葉を伝えた。じゃあ、私着替えてくるね。会場はそこだから。あ、もう時間じゃん。急いで。そう言って瑠璃は去っていったので、言われた方向に向かうと、そこはチャペルでもなく、披露宴会場でもない、普通の広間だった。え？何ここ？私が戸惑いながらケントに言うと、ケントも首をかしげている。結婚式じゃないの？どういうこと？それに目の前に広がる光景に私は目を丸くした。この人たち、招待客だよね。ケントに小声で言うと、ケントも引きながらうなずく。ここはホストかキャバクラか。招待客と思われる人たちは茶髪、金髪は当たり前。どこからどう見てもチャラチャラしていて、妙にブランド品を主張して持っているし、下品な笑い声が響いている。まあ、あの二人の招待客なんだから仕方ないのかもしれない。感情をぐっとこらえて、ケントと一旦落ち着こうとしたとき、あることに気づいた。ねえ、椅子は？私の言葉で唖然としていたケントも気づいたようだ。え？何？立食パーティー？結婚式じゃないの？戸惑う私たちをよそに、司会と思われるチャラ男がマイクを手に取って話し始めた。それでは、新郎新婦の入場です。開いた扉から入ってくる二人。てっきりウェディングドレスなのかと思ったのに、一応白いけど、深いスリットの入ったセクシードレスで、ペラッペラのいかにも安物といった白物。頭にはシンプルなティアラが乗っている。楽しそうに生やし立てる若者たち。いや、けばすぎて、もう若いのかどうかすらわからない。というか、そんなことどうでもいい。早くここを出たい。そんなことしか考えられなくなった。安っぽい出会いのムービーも流れたけど、俺のお姫様に出会ったのがキャバクラって大丈夫か？という疑問だけが残った。隣のケントもどうやら同じ感想のようだ。何時間も続く苦行に思っていたけど、実際にはまだ30分も経っていない。これは最後まで耐えられる気がしない。そそくさと帰ってしまおうかと思っていると、突然瑠璃が私たちの目の前にやってきた。ねえ、ご祝儀ちょうだい。ご祝儀を自ら取りに来る人、初めて見たわ。
とはいえ、結婚式だと思っていた私たちは、ご祝儀はもちろん用意していた。会場に入る時に渡そうかと思っていたけど、受付に誰もいなくて、渡すタイミングを失っていた。後で渡せばいいかと思っていたけど、まさか催促されるとは。ケントは引きつった笑顔でご祝儀を渡す。ちなみに新郎は友人たちのコールで一気飲みをしている。その中に金髪だけど明らかにおじさんと、年がいもなく厚化粧をしたおばさんが混ざっていたので、あれが新郎の両親なのだろう。あの親にしてこの子あり、と言ったところか。ケントからご祝儀を受け取ったルリは、なんと私の方に向き直って手を出してきた。お姉さんもご祝儀ちょうだいよ。え？ご祝儀？早くしてよ。声を荒げるルリにケントが割り込んで、ミチルと俺は夫婦なんだから、それは二人分だよ。と言ってくれた。すると、見るからに不満そうにしながら舌打ちをして、なんとその場でご祝儀袋を開け始めた。ちょっと。私は慌てて止めたけど、聞く耳を持たない。そして、ご祝儀袋を開けて中身を出したルリは、馬鹿にしたように笑いながら、とんでもないことを言った。何これ、たった30万？おい、ルリ。慌ててケントが止めに入るけど、ルリは止まらない。30万なんて、私なら一晩で稼げるかも。笑いながらそう言ってくる。そもそも相場より高い金額を包んでいるのに、なんでそんなことを言われなければいけないのか。さすがに頭に来た私は、抑えていたものが爆発してしまった。あのね、あなたには感謝の気持ちがないの？相場よりどれだけ高い金額を包んでると思ってるのよ。お父さんとお母さんが出席しないって言うから、私たちが少しでも力になってあげられたらと思って、この金額を包んだのよ。すると、ルリが笑いながら言ってくる。はあ？たった30万で偉そうに、力になってあげるって何？別に親が来なくたって関係ないし、あんたはただお兄ちゃんと結婚しただけの人でしょ？家族面しないでくれる？あまりの言い分に、私は怒りを通り越して笑ってしまった。ふふふ。そうね。あなたのお兄さんと結婚しただけで、家族でも何でもないわよね。じゃあ、これで最後だから許してね。そう言うと、私は瑠璃の祝儀袋を奪い取り、中身の半分の15万を抜いて財布にしまう。残りの15万は祝儀袋に戻し、瑠璃に押し付ける。ちょっと、何すんのよ。返してよ。瑠璃の態度に情のかけらも残っていなかった私は言った。私とあなたは他人にご祝儀なんて渡さないから、私の分は返してもらったの。あなたのお兄さんと結婚したけど、あなたとは一生他人だわ。そして会場を出ようとすると、ケントが瑠璃の持っている祝儀袋を取った。俺の家族はミチルだ。瑠璃、お前は家族でも何でもないよ。俺たちにも父さんにも母さんにも二度と近づかないでくれ。そう言って私の手を取り会場を出る。瑠璃はなんだか騒いでいたけど、会場の方がうるさくて聞き取れなかった。一体何だったのか。結婚式と言ったのはご祝儀をもらうためだったのかもしれない。ケントと一緒に義実家に報告に行くと、義両親は何とも複雑そうな顔をした。二人とも申し訳なかった。ありがとう。お父さんは私たちに頭を下げる。下の子だし、女の子だからって甘やかして育てた私に責任はあるわ。あんなに叱ってきたのに何一つ響かないまま家を出るなんて。お母さんも頭を下げながら悔しそうな顔をした。でも、もうここに戻ることはないだろうし、近づかないように言ってきたから
父さんも母さんも肩の荷を下ろしてよ。ケントがそう言うと、義両親は複雑そうな顔をしてうなずいた。これで瑠璃の件は終わったかのように思っていたけど、ここで終わるはずはなかった。後日、瑠璃は私とケントの元を訪ねてきた。ちょっと、勝手に帰っておいて、会費も払わないってどういうこと？こうしてわざわざ取りに来てあげたんだから、倍にして払ってよね。あと、ご祝儀も返して。私とケントは顔を見合わせてため息をついた。普通はご祝儀を払うときは会費はなし。逆に会費制ならご祝儀はなし。というのが常識だけど、瑠璃の言い分は、ご祝儀はチップみたいなもの。会費は場所代と食事代だから、どっちも払えと言ってきた。俺たち、ご祝儀はもう渡さないよ。祝う気持ちすらなくなったからね。ケントが言うと、瑠璃は頬を膨らませながら怒っている。なんでよ、妹が結婚したって言うのに、ご祝儀も渡さないの？最低ね。私たちを交互に見て言ったその言葉に、私はブチ切れた。妹？あんたが妹？家族面するなとか言っておいて、後日ご祝儀を要求しに来るって、どんな神経してるの？だいたい、私たちは結婚式だって聞いたから出席してあげようと思ったのよ。それなのに、何あの立食パーティー。食べ物だってろくに出てないし、あんなんでいくら取ろうと思ってるの？ご祝儀は私のものなの。早くちょうだいよ。それに、あのパーティーだってお金かかってるんだから。一人2万円。早く払ってよね。2万？あんなちっぽけなパーティーの会費が2万。ただのぼったくりね。何言ってるのよ。お酒だってたくさんあったでしょ？それに、ドレスだって花だってお金かかってるんだからね。それを聞いて、私は思わず笑ってしまう。ほとんど酒代ね。料理なんてちょっとしかなかったし、見るからにお金のかかっていなさそうなものだったけど、お花って会場の装飾のことよね。あなたたちが座るテーブルにあった花のこと？各テーブルにはそんなのなかったし、そもそもテーブルの数足りなさすぎだし、あれでお金かかってるとしたら詐欺のレベルだけど、あの時に思ったことをここぞとばかりにぶつけてやる。それにドレスって、その辺で買ってきたような安物のドレスだったよね。招待客だってもう少しマシなドレス着るわよ。瑠璃は図星なのか、口数が減り、私を睨みつけてくる。そもそも結婚式とか披露宴って、自分たちがお金を儲けるためにするものじゃないからね。感謝とかおもてなしの気持ちでやるものでしょ？あなたたちはコストを下げて高い会費もらって自分の懐に入れようって魂胆だよね。そんなの見え見えよ。こっちだって準備にお金かけて交通費もかけて行ってるんだし、そのお金も返してほしいくらいだわ。ケントは口を挟む余地がなかったようで、隣でひたすらうんうんとうなずいていた。瑠璃はずっと私のことを睨んでいる。私は最後に言ってやった。家族でもないあなたに渡すお金は1円もない。あなたなら一晩で30万稼げるんでしょ？だったら、会費制なんてケチくさいこと言わないで、ただで結婚式をやったらよかったじゃない。こんなに薄っぺらい結婚式に来てくれてありがとうって、一人1万くらい配ってもいいレベルよね。もう二度と顔を見せないで。私が笑いながら言うと、瑠璃は何も言い返せなかったのか、悔しそうに私を睨んで去っていった。どうやら瑠璃たち夫婦は、ブランド品や車を買ったことでかなりの借金があり、それを少しでもご祝儀や会費で賄おうとしたらしい。義実家にもご祝儀をねだりに行って、当然、義両親にこっぴどく叱られたという。義両親も激怒しているので、もし今後、瑠璃が家を訪ねてきて騒ぎ立てるようなら、警察を呼んでも構わないと言われている。
幸い、あれ以降、瑠璃からの音沙汰はないので安心しているところだ。ある意味、貴重な結婚式を体験してしまったけど、もともと他人のあの夫婦とは二度と連絡を取らなくなった。私たちは静かで平和な暮らしを楽しんでいる。